紫式部と道長1。光る君へに学ぶ日本史。二人はいつ出会ったのか。世界最高峰の文学作品「源氏物語」の作者紫式部と時の最高権力者藤原道長は平安時代の同時期に生きた人物である。紫式部が「源氏物語」を執筆するのに道長が協力したとも言われるが、果たして二人はどのようにして出会ったのだろうか。詳しく見ていこう。紫式部は973年天年元年頃、下級の公家藤原為時の次女として生まれたと言われている。一方の道長は藤原北家の兼家の五男として966年弘法3年に生まれている。とすれば紫式部は道長より7歳ほど年下だということになる。紫式部の父為時は優秀な学者ではあったが、出世街道からは外れ、紫式部が生まれた当時に官職はなかった。また紫式部の母親は弟の信則を産むとすぐに亡くなっている。道長は藤原北家という恵まれた家庭に生まれたが、道長の少年時代に父親の兼家は筆足していた。そのため五男の道長は出世の道からはやはり縁遠い環境で青年時代を過ごしていた。ところが道長の父兼家が道長の姉千子を延祐天皇に入内させ、王子後の一条天皇を生んだことで状況は一変する。叔父の延祐天皇から譲位された崋山天皇だが、これがまた大の公職家であった。乳母の娘やその孫にも手を出して妊娠させる乱行ぶりであった。その崋山天皇が藤原為光の娘志々に一目惚れして彼女一筋に寵愛する。ところが志々は懐妊するがわずか17歳で他界する。ショックを受けた崋山天皇は出家すると側近を困らせた。986年寛和2年、兼家は崋山天皇を騙して息子の道兼も出家するからと天皇を出家させてしまう。兼家はすぐさま上位専名を宣せられない異例の上位で、孫でまだ7歳の一条天皇を誕生させるのである。兼家は延祐上皇の詔乗りによって摂政となり、藤原義房以来100年ぶりの外祖父摂政政治を行う。このため道長は急速な昇進を遂げ、この年のうちに5位のクロードから従三位に叙せられ、飛参議公卿となった。しかし崋山天皇の教育係としてやっと職を得ていた紫式部の父為時はまた不遇となった。為時は学者らしい清貧の中で学問一筋の生活を過ごした。紫式部はこの時の父親の姿から学問に対する実直な姿勢を学んだと言われている。道長は幸運にも兼家に続いて長兄の道隆、次兄の道兼が相次いで疫病によって逝去したため、藤原北家の後を継いでいる。さらに姉で一条天皇の母千子の後押しで
道長はライバルたちを押しのけて頂点に上り詰めていく。道長と紫式部が幼年期から青年期にかけてどのように出会って交流をしたのかについては一次資料には残されていない。そのため想像するしかないのだが、何らかの交流があったと考えられる。というのは、道長がライバルの惟親と高家を左遷して左大臣になったのが996年長徳2年である。この年に為時は10年ぶりに官職を得て、紫式部と共に越前に下校しているのである。紫式部と面識のあった道長が為時の出世に協力したと考えられなくもない。出世したのは父親の為時だけではなく、紫式部の弟信則も守護家に叙せられている。弟の信則は父親の血を受け継ぎ、立派な学者に育っていた。信則は年老いた父為時が越前に赴任するのにも紫式部と同行する優しい息子であった。ところがその越前でまだ20歳過ぎの信則は突然に病死するのである。信則は死の直前に次の歌を詠んだと伝えられている。都にも恋しき人の多かれば、なおこの旅はいかむとぞ思う。その意味は、都には恋しい人が待っているので、この旅はどうしても生きて帰りたいと思うというものである。信則は最後の一文字を書き終える前に息を引き取った。父の為時が最後の一文字は不であろうと言って書き添えたと言われている。信則には鴨神社に仕える女官の恋人がいたとされている。一説には紫式部は姉に続いて弟の信則を亡くしたと言われている。為時と紫式部の悲しみは想像を絶するものであった。その後、紫式部は藤原信孝と結婚して娘を設けるが、わずか3年ほどで信孝も他界する。その悲しみを紛らわすために書き始めた源氏物語が再び紫式部と藤原道長を結びつけることになるのである。